こんにちは。今回はビーズ刺繍のファスナーポーチを作りたいと思います。幅が 11.5 センチ、高さがファスナーも入れて 8.5 センチです。使用する道具です。糸切りのハサミとロータリーカッターもしくは立ちばさみ。ロータリーカッターを使うときはカッターマットが必要です。それから和紙、これは図案を写すときに使います。こういったペーパータイプの茶粉を使って写しても大丈夫です。今回使う生地が茶粉が落ちないので和紙を使って写すことにしました。それからビーズに通る針と普通使用ぐらいの太さの針、それから糸です。これは60番のポリエステルの糸です。それから定規と図案を外すときにピンセットがあると便利です。表地、今回はポリエステルサテンを準備しました。そして必要に応じて接着芯を準備します。これは織物タイプの筋の接着芯です。表地に合わせて準備してください。それから裏布とファスナー。裏布はスケアぐらいの厚みです。ファスナーは10センチのものを使用します。ビーズやパーツ類です。4ミリのパール、白の丸小、クリアの特徴、水色の丸小ビーズ2種類、ゴールドの特徴ビーズ、3ミリぐらいのガラスビーズです。それから白のお花のパーツと花座を使います。図案を写します。図案に半紙を重ねてマスキングテープなどで留めて上からなぞって写します。の点線の部分は交わるところが分かれば大丈夫です。接着芯を貼ります。生地の裏を表に向けて接着芯ののりのある方を下に向けておきます。当て布を乗せて真ん中から上から圧着するようにアイロンを当てます。接着芯が貼れました。今回は柄に方向がないので輪立ちでカットしようと思います。なのでそこの縫い代はいらないので折ってしまいます。あとは縫い代をつけてカットします。表の片面に図案を仮止めします。針跡が残りそうな生地だったので目立たないところにしつけしました。そしたらここの底に合わせて布を輪にしてカットします。そうしたら開いて刺繍をしていきます。内布は表布と同じか少し小さめにカットします。まずはこのクロスしているところに4ミリのパールを刺していきます。針を裏から出して1針縫います。4ミリのパールが穴を横にしてクロスの真ん中にパールの中央が来るように置いてパールの際から少し内側ぐらいに針を出します。パールを1粒取ってパールの際より少し内側、クロスの中央から対角線に等しくなるように針を落とします。もう一度同じところを通します。裏に返してパールの裏で生地を 1,2 回すくって玉留めをします。残りのところも同じように刺していきます。パールがすべて刺せました。その他のビーズを刺していきます。このように大きめのこのビーズを中心として左右対称の順番で刺します。パールの隣から針を出します。白の丸小、クリアの特徴の2つのビーズを取ります。
ビーズ幅で線上に針を落とします。最初に針を出したところ、白い丸小ビーズの右隣から針を出します。2つのビーズに針を通します。水色と白の丸小ビーズの2つを取ります。ビーズ幅で針を落とします。先ほどの白とクリアの2つのビーズの間から針を出して、進行方向の3つのビーズに針を通します。ゴールドの特徴ビーズと多面カットのビーズを取って同じように刺します。2つのビーズ幅で針を落として、1つ前のビーズとビーズの間、水色と白色のビーズの間から針を出します。進行方向の3つのビーズに針を通します。同じように残りのビーズも刺します。パールの隣まで来たら一度針を落とします。次の線を続けて刺していくんですが、一度一針縫っておくと糸が緩みにくいです。こちら側でも一針縫っておきます。そして針を出して同じように刺していきます。こちら側のラインでは濃い水色を使っていて、こちら側のラインでは薄い水色を使っています。格子状に刺せました。格子の部分が終わったら次にお花の部分を刺していきます。中央付近から針を裏から出します。1針か2針縫います。花座の中央の穴をクロスのところに合わせて置きます。針を花座のお花の部分のところから出して、金具をまたいで中央のところに針を入れて縫います。同じようにあと 2,3 箇所縫います。一度1針縫っておきます。針を中央の穴から出して花パーツ、特徴パーツの順に針に通します。花座の上に置いてビーズには針を通さずに花のパーツに針を通して真ん中の穴に戻します。1回でも大丈夫だと思うんですが、もう1回針を通しておきます。裏に返して1、2回生地をすくって玉留めをします。これを繰り返します。クリアのビーズと金色の特徴ビーズを使いました。お花の部分がすべて縫い付けられました。各縫い代の部分の印があるので、切り付けみたいにしてからこれを外そうと思います。和紙を外していきます。
細かいところはピンセットを使って取ります。ファスナーの端はまず裏側にまっすぐ折って斜めに端っこを折り上げて縫い留めます。4箇所とも同じように縫い留めます。ポーチを仕立てていきます。今回は手縫いで縫うんですが、ミシンでも縫えるデザインにしています。まず生地の短辺の中央とファスナーの真ん中に印をつけます。表地の中央とファスナーの中央を中表になるように合わせます。仮縫いをします。ファスナーはジッパーを半分くらい開けておいて、内布を中表に合わせます。7ミリの縫い代で縫います。端まで縫えたら繰り返してファスナーをしっかり出しておきます。ここにアイロンを当てると綺麗に仕上がります。次にこちら側の表布とファスナーをまた中表に合わせます。仮縫いします。仮縫いができたら内布をまたこちらと表布と中表になるように合わせます。こういう状態になってます。先ほどと同じように7ミリの縫い代で縫っていきます。ファスナー部分が縫えました。そうしたら表布は表布、裏布は裏布が中表にそれぞれなるように重ねます。ファスナーの虫が表布側に来ているようにします。ファスナーは半分くらい開けておきます。表布と内布の切り替えが合うように留めておきます。内布のサイドに返し口を開けてサイドを縫います。両サイド縫えたら1センチのまちを縫います。4箇所まちを作りました。縫い代は開いておきます。布の重なりが多い縫い代を少し落とします。返し口から表に返します。
返し口を閉じます。形を整えて出来上がりです。